この動画は、タミヤミニ四駆の VZ シャーシを使って様々なギミックの作成にチャレンジしたり、失敗したりする、VZ シリーズの動画です。前回は、VZ-EG のフロントにギミックの定番、二軸 AT バンパーを追加するため、いくつかの試行錯誤を繰り返しました。自分なりの推論や気づきをもとにマシンを改造して走らせる。多くのミニ四駆レーサーが日々自身の描く、走りの理想に近づくために行っていることです。自分のお気に入りのマシンを眺めあれこれと試行し、改造し、走らせる。思うようにいかないことだっていっぱいあります。しかし、思った通り、が目の前に現れるあの瞬間のなんと楽しいことか。試行錯誤、創作、実践、結果、それら全てがあなたのものです。一緒にミニ四駆にはまりませんか？それでは、今回の動画もお楽しみください。ピンポーン。本動画は高画質でお楽しみいただけます。画質の設定を変更して、見てね。こんにちは。見たいものを作る企画、主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手 F1 です。前回は、フロントにメジャーギミックの AT バンパーを足したんでしたっけ？いろいろ自分なりに考えてからミニ四駆を作るとより楽しめますよね。そうな。いろいろな基礎データを取っていって工夫しつつミニ四駆を楽しみたいね。楽しみです。それで、今回はマスダンパーのギミック作るんですよね。目的は、精神性、ですかね？そうそう。前回の別カットを見てるんだけど、やっぱり必要かなと思ってるよ。安定しているところとそうじゃないところがあるだろう。このクロススピアは結構苦手セクションがあるっぽくて、タイミングが悪いとバインバイン跳ねるんだよね。テスト走行はベストカットでアップしてるから失敗してないように見えるけど、コースアウトとかも多かったしさ、まず完走率を上げたいんだよね。確かに。ミニ四駆は、まず、完走が先ですもんね。ただ速ければ勝てるものじゃない。ミニ四駆は、とても奥が深いです。かなり派手にぶっ飛んでますし、速度は出てるけど、確かに完走率はバンキュッシュより低かったですもんね。まあクロススピアはすごく軽いしね。ってことで今回は完走率アップのためにマスダンパーを装備していこうってわけよ。良いですね。さて、割とマスダンパーってのは多く販売されてて、立体セクションの多い現代ミニ四駆では必須な装備だったりするね。こうやって見ると結構ありますね。種類が重要なパーツってことですね。そうね。これなんかもうタミヤ公式純正のギミックだよ。ああ、ボールリンクマスダンパーですね。これの精神性テストやってみたいですよね。コモンスキル、探求心1が発動しました。確かにそうな。分類すると東北ダンパー型のマスダンなんだろうけど、これこのままギミックだしな。今回はこれじゃないんだよな。なんで？いつもなら、これでいいじゃん、おい。みたいな流れですよ。確かに。ある意味信頼が厚くて嬉しいね。とりあえず今回はおさらいも兼ねてマスダンパーを見ていくことにしよう。マスダンパーに関しては前に VZ5 とか VZ6 とかでやってたけど、今回は別な切り口でやっていこうと思ったんだ。ほうほう、聞きましょう。マスダンパーの目的は大まかに3つかな。はいはい。1つ目、ジャンプ後の着地時のバウンドの抑制、つまりコースアウトの防止。2つ目は1に関連して駆動率アップ。はあ、重りをつけるのに駆動が関係してくるんですか？そうなんだよね。ミニ四駆ってさ、着地した時にピタッとコースに着地しないじゃん。まあ、そうですね。そうするとバウンドしてる間、滞空時間中はタイヤが空転してるってわけさ。あ、なるほど。そういうことか。タイヤが速やかにコースに対して食いつけば、結果的に速力アップになるってことですか？そういうこと。奥が深いな。で、次は3つ目が重心位置の変更だ。姿勢制御と言い換えてもいい。ほう、なるほど。これはイメージしやすくて、重りの配置場所によるジャンプ時等の前後左右の姿勢調整なわけだ。なるほど。2つ目の駆動も関係してきそうですね。ああ、そうね。タイヤがコースにバランスよく食いつくための重りか。それは考えつかなかったな。合唱存分に褒めてよいですよ。ああ、はいはい。毎度大したもんだよ。コモンスキル、やる気スイッチ1を獲得しました。でだ、この3つの目的を考えていくと精神性という言葉が出てくるんだ。よく聞く単語ですね。そうだね。もともとの機能としてのマスダンパーは F1 由来で。え、僕由来？君はファンクション1だろ。 F1、フォーミュラ1、国際自動車連盟 FIA が主催する世界最高峰のモータースポーツのこと。こうやってタイヤ付近に配置され、ふよふよと上下に動いて精神効果を得るもんだったんだとさ。へえ、
そうなんですね。でも、それだと、コモンスキル。探求心2が発動しました。気がついたかい？なんか、ミニ四駆のマスダンってそもそも、F1 のマスダンとなんか違いません？僕もそう思ったよ。だっしょ？正確に言うと違う部分もあるだ。ふむふむ。そしたら分けて考える必要があるんじゃないかなって思うんだよ。区別ですね。そう、精神効果、精神性って言葉で一括りにしてマッサンを取り扱うのは誤解や思い込みを生むんじゃないかな。まあ、ありそう。実際に調べるまで主任さんも一括りにしてた口でしょ？ははは、バレたか。もう、偉そうに、調子だけはいいんだから。僕だけじゃないさ。前のマッサンパーの話を掘り起こしたら公式だって結構解釈混ざってるんだよ。マスダンパーをテーマにした過去動画を概要欄に貼っておきます。まあ一つの個人的な意見としてだ。マッサンってのは元祖の F1 系と僕らの知ってるミニ四駆系で分けて考えてみようって思うんだよ。どう思う？ふんふん、悪くないんじゃないですか？じゃあ続けよう。F1 系のマッサンの目的は何だと思う？安定化。そう、駆動率アップの精神性って感じじゃないですか？うん、そうね。僕もそう思う。ならミニ四駆系のマッサンの目的は何かな？それも、安定化で駆動率アップ。あ、着地時のバウンド抑制と姿勢制御も含まれてる？それな、そうなんだよ。これを一括りにするのはちと乱暴だと思わないかい？確かに、違うものを一緒にするのは、なんというかナンセンスですね。そこでだ。まず F1 系とかミニ四駆系とかいう造語もなんだから、ここはマッサンが発動するタイミングで分類しておこあ、助かります。F1 ってなんか難ゆって。う。じゃあまあ F1 系統は走行時に効果が発動してるから、走行時発動式としてこれを A タイプと表記しておこう。ほうほう、提灯とかリアからフレーム延長してふよふよしてるマスダンですかね？そうね、そういう感じだ。そうしたら、着地するときに効果を発揮してるから、もう一方は、着地時発動式とかになりますかね？それで、B タイプ、と。そうね。それでいこう。それで、今回は B タイプのギミックになるんですね。そうだと言いたいところだけど、せっかく過去動画にもマッサンの分類してたからこれも混ぜようかと。あ、そういや、やってましたね。ってことで分類を続けよう。過去動画だと公式なんかのそれぞれのマッサンの解説を元にしてそれを4種類に分類したんだ。そうでした。説明書とか解説からマスダンを分類してましたね、あの動画。これを加味して考えると着地時発動式のマッサンをさらに2つに分類できるんだ。おお、良いんじゃないですか？そういうの聞きましょう。時差発動による重りでシャーシを押さえつける叩き落とし型。タミヤ公式の YouTube 動画とかはこれでしたよね。あのスローカメラ映像欲しいですね。そうな、もっと細かくいろいろ観察してみたいよな。動画がうまくいったらさ、いいカメラ買おうか。おお、夢が広がりますね。まあそれよりもコースの各セクションの購入が先だと思うけどね。あ、それも良いですね。ぜひ頑張りましょう。動画の高評価、チャンネル登録拡散よろしくお願いします。お願いします。でだ、もう一つを重りが衝撃を受け取る男性衝突型とする。そういえば前のコンセプトはその男性衝突を中心に考えたんですよね。おお、よく覚えてるね。僕は忘れてたんだよ。おい、メモ眉エミメモ以外は忘却の彼方の主任さん。それでまあ相変わらず僕は男性衝突信者なのね。はいはい、そうでしたね。ってことでこの B タイプの着地時発動式をミニ四駆系マスダンのことですね。叩き落とし型と男性衝突型の2つに分ける。どうよこの分類は。まあ、主任さんのことだから多分に見逃してるところもあるかもしれませんが、そういう信頼が厚いのはちょっと傷つくな。ミスや二度手間多いですよね。それを言ってくれるなよ。はいはい、それでマスダンでいう精神性ってのはこういう捉え方で良いのでは？その他の案やご指摘、アイディアや原理、解説等はコメント欄にお願いします。こう分類してみるとボディ提灯の凄さがわかるよね。そうなんですか？ A タイプと B タイプの一部を機能的にカバーしてある上に、詳しく見てみるとギミックの効果発動時にスラスト角の増大とモーメントによる姿勢制御もしてるんだよ。はあ、モーメント？また難しい単語を持ってくる。モーメントとは物体を回転させようとする力の働きを表すようで、
力のモーメントとも呼ばれます。まあ詳しい説明はまた別にボディ提灯をするときにやるとして、今のボディ提灯すげーの説明をざっくりしておこはいはい。よろしくどうぞ。う。ボディ提灯ってだいたいこんな感じ。走行中、重りはふよふよしてる。はいはい A タイプの精神性ってまんまそれですもんね。で、スロープセクションとかでジャンプ開始。その後に車体が落下し始める。はいはい。来た来た。重りは感性でこの位置に残る。ここにリフターの話があるけど、それはカット。話を簡潔にするためですね。で、ボディ提灯が開きましたね。はい、ここに注目。バンパー連動型だとスラスト角が増大してないか？確かに。してますね。さらに重りが遅れてこの位置にあることで回転する力、モーメントが働くんだよ。そこがわかんないです。つまり、それ何？ OK F1 君、この図を見てよ。支点と棒？天秤みたいにバランスの取れてる棒ですね。この棒を車体に見立てる。ここが重心の位置なわけだ。この棒の端に下から力が加わるとどうよ。そりゃ、そう、気づいたね。重心点を軸にしてこっち側が下がるだろ。これが回転させようとする力、つまりモーメントによる作用ってわけ。それを用いた姿勢制御の仕組みがボディ提灯にはあるってわけよ。なるほど。でもって着地、車体の跳ね上がりを遅れてきた重りが叩き落とすと。実は、ボディ提灯ってすごいのでは？だからそう言ってるだろ。じゃ、早速作りますか？待て、違う、慌てんな。今回はマスダンなんだよ。マスダン。オッケー？もう、ボディ提灯で良いじゃないですか？すごいですよこれ。知ってる、分かってる。今回改めて凄さが分かったよ。いずれまた作るから。もう、お口の中は、ボディ提灯を所望してますよ。ああ、言いたいことは分かるよ。カレーの口の時はカレー食いたいわな。だけんども今回はマスダンなんだって。それならカレーでも良いですよ。ああ、腹減ったのか。お昼ご飯を食べてから続きをしようか。やったー。何食べたい？カレー。だよな。今日は金曜日だしな。金曜日はカレーの日。ごちそうさまでした。はい、お粗末様でしたっと。主任さんって顔の割に料理の YouTube 動画とか見てコツコツノートも作ってますよね。面の話は余計じゃね？まあ、物を作るって意味じゃ、僕の中では料理も同じ分類なんだけどな。ほう、そんなもんですかね。自炊の方が好きなもん作れるし、栄養のバランスとかにも自然と詳しくなる。何よりも結局安上がりだから。ですよねー。言うと思った。安定の主任さん節である。それじゃあマスダンに戻りましょう。話振ったの君だろ？はいはい。続けて。さっき分類したマスダンで言うと、今回はこの B タイプを作ろうかと思うんだ。それじゃあマスダンはどうやってマシンに組み込むのかという話になってくるわけだ。効果が複数あるってことは、やり方をミスればデメリットの方が大きくなる。そういう可能性があるってのはわかるかい？はいはい、確かに。それでマスダンの装備をする上で重要な話はこの2点になると思うんだ。ふむ。1つ目は配置場所。言わずもがな、重りですもんね。なるべく軽いものを効果的に配置したいですし、さっき重心とかモーメントとか言ってましたもんね。配置場所はざっくり分けると前後、左右、後手って感じだね。これは直感的にわかるかな。2つ目は落ちるタイミングだ。叩き落とし、と、男性衝突、でしたね。そういいね。要はギミックを発動させたいタイミングってわけだ。例えばボディ調子とかはネジの長さ、ストロークや重りの種類を調整したりしてこれをやってるわけだ。なるほど。マシンごとに特性があるからマシンごとに調整が必要なのか。僕は男性衝突信者だから、着地したら重りが跳ね上がる。これをベースにマスダンを採用していきたいわけさ。はいはい、言ってましたね。それなら前のギロチンダンパーで良いじゃないですか。そうなんだけど、今回は重心を話に加えたいからね。むしろ置きマスダンでもいいかと思ってるくらいなんだ。それだと面白くないしギミックじゃないからってわけですね。よくわかってるじゃないか。当然面倒くさいやつか、さらに面倒くさいやつを選ぶのが主任さん。そうかな。そうだよ。まずマスダンの配置場所の話を先に整理してしまおう。置きマスダンでいいとは言ったけど、果たしてマスダンの最適な置き場所ってどこだろうね。はい、バンパーの上とかですかね。低い方が良いとは聞きますね。それならその採用基準は？基準？なんでしょうか。てかあるんですか基準なんて。
そりゃあるだろうよ。四半世紀以上続く一大ホビーの一角を舐めちゃいけないね。それもそっか、ミニ四駆ですもんね。前後左右高低とは言ったけど、問題はどこが基準かんだよね。はいはい、それで？基準はドライブシャフトだ。ほう、そこなんですか。このようにドライブシャフト上に線を引いて分ける。ドライブシャフトを境に外側と内側の概念ができたね。これをテコの原理で話をすると分かりやすいかな。視点、この場合はミニ四駆の重心点だね。そこでバランスの取れた棒がありますと。はいはい。これに重りを追加するとモーメントが働いて棒は傾きますと。だから感覚的にこの図に戻って、重心ってのはドライブシャフトのここの内側のどこかにあって、重りの配置場所が重心点から遠くなれば軽い力で作用するって思わない？ああ、なるほど。確かに視点から遠いとこなら軽くても効きそうだろ。なんかマスダン配置場所って前輪の後ろ側が効果があるって話は聞いたことありますよ。うん、僕もあるね。多分電池やモーターなんかの重量物に対して重心点から考えてバランスが取れる位置がそのあたりなんじゃないかな。ああ、なんかそう言われればそういう感じなのか。なんか話がふわっとしてますね。でもこの話って視点、つまり重心が重要なんでしょ。このどこかにありますじゃあちょっと曖昧じゃないですか。重心とは物体を一点で支えた時に、その物体全体がバランスを保てる点のこと。僕もそう思った。ってことで作りました、重心を計測する自作アイテム。名付けて重心ちゃん1号。うわぁ、作っちゃったんだ。そういうの相変わらずのネーミングセンスである。無論だとも、こういう廃材をコツコツ貯めていろいろ作るとめっちゃ楽しいんだよ。ああ、なるほど。だからデザートのアイスの棒を洗って干してたのか。ハーシーズのこのボックスがお気に入りなんだよね。チョコナッツは最高ですよ。ちなみにおやつで言うとリスカのビッグチョコが僕の至高だね。加えて僕はタケノコの里派だ。いや、そこまで聞いてないし。てかそれじゃあお前らは敵だ。キノコ派なんだ。メーカーさん、僕はいつでもチョコ菓子の案件待ってますよ。そこはまず最初にタミヤさんにこびとけ。まあ冗談はこのくらいにして。いや、割と本気だったじゃん。ない。この重心ちゃん1号の使い方、とっても簡単だ。この上にマシンを乗せてバランスが取れたところが、つまり求めたいマシンの前後の重心点ってわけだ。なるほど。左右は難しそうですけど、少なくとも前後はわかるかも。試してみよう。はーい、どうよ。あ、バランス取れた。つまりこの位置がこのマシンの前後の重心点ってわけだ。おお、なるほど。比較のためにバンキュッシュもやってみるよ。本当にこういう時に比較対象があるのって便利ですよね。そうな、ほんと重宝するわバンキュッシュ。とりあえずバランスさせて比較しよう。あ、釣り合ってる場所が違う？次はクロススピアに戻って電池ありと電池なしでも見てみよあ、ちょっと違う？う。バンキュッシュの場合も電池ありなしだとこんな感じだね。おお、結構違いますね。そうなんだよね。これって結構大事じゃねって思ったよ。マッサンの配置に限らずマシンの姿勢制御って意味で大事だと思うんだよね。簡単な話、この状態でワッシャー一つ前後のどちらかに増やしたら傾くわけでしょ。ああ、なるほど。わかりやすいですね。どうよこれ。遺憾なく僕を褒めていいよ。ぐー、なんか廃材利用品作っただけでこのドヤ顔がムカつく。まっとうな感想である。それじゃあやっと本題のギミックについてだ。系統によるマッサンの分類をしたから、この中から作るものを決めよう。 A タイプ走行時発動式。パッシブスキルって感じですかね。そうな、これはこんな感じの冬型から始まって、提灯もこれですね。オキマッサンもこれだね。リアからフレームを延長するのとかの提灯とかもこの系統ですね。そうな。で B タイプ着地時発動式。分類するならアクティブスキルでしょうか。まあその瞬間に仕事をするってんならそうね。さらに叩き落とし型と男性衝突型に分けてみたね。前に作ったギロチン型、似たところでハンマー型。タミヤ公式のボールリンクマスダンパーもこれになるね。東北ダンパーもこれの系統ですね。で、どうするんです？あるんでしょ？アイディア？おうさ、よくぞ聞いてくれた。これよ、ブレード型。今回はこれでいきたいわけよ。お、なんかかっこいい。まあ僕が勝手に分類してるだけで、実際になんて言われてるかって調査したわけじゃないけどさ、分かりやすくするためにあえて名前を付けるとしてブレード型。めっちゃ主任さんの趣味と願望が漏れて見えますね。ただ漏れである。
これならフレームが動いてモーメントの概念が介入してくる余地も少なそうだし、着地した時に男性衝突をするはずだ。わざわざギミックにする優位性がないような。それは言わないお約束ってことで、その配置場所なんだ。確かに配置場所って重要とか言ってましたもんね。位置はここだ。前輪の後ろ手か裏。おお、割と攻めたところってか、無茶な位置に配置するんですね。前輪の後ろ側は確かに引くとか言われてますけど、そっちの後ろ側じゃないような。まあこの際細かいことは気にすんな。散々細かい話をしてきてこのセリフである。若干高いところに配置されるし、 VZ シャシには前輪の後ろ側の位置に2つのハードポイントがあるから、ここを使っての置きマッサンでもいいんだけどね。まあギミックの動画だし。何よりもこのブレードがめっちゃかっこいいのが主な採用理由さ。最後のが決め手ってか、最初からそのつもりだったな、あれ。間違いない。ってことで一応試作案のこれから構造解析をしていこそもそもこの構造がこのスペースに収まるんですか？収まるよ。多分大丈夫だから。はあ？多分。実際に作ったんですか？あ、これからやるよ。は採石にギリタイヤとかプロペラシャフトとか電池に干渉しないはずなんだよね。木産とかだとギリギリ入る感じ。木産。先行きが途端に怪しくなる単語が絶賛炸裂中。いやこれまだ机上の空論状態なんだよね。男性衝突型のギミックマッサンのこの形がいいなとか思って前輪の後ろ側にマッサン装備すると効くって話だし、これがついてて機能すればかっこいいなと思ってさ。まあある意味実験的なものだったりするのこれ。なんでそこで疑問形なんですか？もう。いやギロチンダンパーかいとか錦とかでもよかったんだけどさ、ここにブレード型のマスター収まって機能したらすげえかっこいいじゃんとか思ったらこれにしたくてさ。わかる。 FRP プレートを1枚シャーシに固定するとして、ビスでしょこれ。2点で固定すると反対側はドライブシャフトの横を通るし、ここにフロントのギアカバーあるでしょ。絶対干渉しますよ。タイヤだって近いし。だけんのもな、これさいいなって思ったんだよ。自分のマシンにつけて発射したいなって思っちゃったんだ。コモンスキルホワイダミットを獲得しました。面白くなってきたぜ。なるほど、多分いけそうだけど、やってみないとわからないって感じですか？そうそう、それそれ。なら、結局、自分がやりたいかどうかですもんね。そうな、やりたいことを真剣にやらないとね。自分で作らなきゃ誰もやってくれないですからね。それな。まあ、失敗したら失敗したでいつもの、爆発、準備しときますから。取れ高になるから失敗しろ。構造解析っていうかあれこれ考えながら形を作っていこう。まず FRP の配置場所はここ。前輪の後ろ側ってか裏側ですね。でもってここに加工した FRP をつける。それに重りを装着してマスダンパーにする。はいはい。とりあえずベースになる FRP の形状だね。いい感じのビス穴を備えたものを選ぼう。手持ちにあるので一番良さそうだったのがこれ AR シャーシ用サイドマスダンパーセットの FRP。 選定した一番の理由はここの穴の開き方だね。ほうほう。ここをつなげてビスで重りを装着して、こう重りを FRP に沿わせて上下にスライドさせるためのガイドラインの穴が開けやすそうなんだ。でもこの形状だと VZ シャーシの前輪後ろのハードポイントに干渉するんだけども、これはシャーシの方をカットしよう。こうするとここの下に支えができていいなって思ってる。はいはい、いいですね。ここの2点に穴を開けてシャーシに FRP をビス止めする。ここはシャーシの内側からサラビス加工をすればシャーシの内部構造とかに干渉しないと思うんだ。それでアジャストマスダンパーなんかをブレードを挟み込むように配置したらこれにて完成。どうかな。理屈上はタイヤにも干渉しないしマシン構造にも影響しないはずだ。1回別のシャーシ使って作る方が良さそうですね。そうな、1回目より2回目の方が安全っちゃ安全か。今作ってるコンデレマシンのベースがクロススピアだからちょうどいいや。これを使おう。半年間くらい今作ってますよね。それを言うなって。いつもながら手の遅い主任さんなのでした。はい、できた。とりあえず見てくれ。ほら、プロペラシャフト、干渉なし。フロントギアカバー、干渉なし。フロントタイヤ、干渉なし。逆側、フロントギアカバー、フロントタイヤ、いずれも干渉なし。フロントギアカバーを閉じて電池入れてスイッチオン。動作音程上異常なし。干渉による異常は検知できませんでした。どうよ。はいはい、わかったわかった。落ち着いて落ち着いて。作成中のログは動画案でしょ。こんなにうまくいくと思っていなかったらしい。
これが今日のおやつのリスカビップチョコ。おう。それとこれが撮影用カメラ。おう。とっとと動画になる映像撮ってこい。主任行きまーす。泣かない、逃げない、諦めない。とりあえず主要パーツの紹介。 AR サイドマスアンパーセットの FRP2 枚、サラビス 10mm を2本、6mm を2本、スペーサー 3mm が2つ、バネザガネが2つ以上。じゃあ本番行ってみようか。クロススピアをバラす。大事なところからやろう。 FRP の1決め、フロント側のハードポイントをニッパーで丁寧にカット。ほんとシャーシを加工するのはドキドキするわ。よし、じゃあ仮止め。今回の重要アイテム、 3S の瞬間接着剤。 FRP につけてシャーシにペタッとつける。まず 2mm のドリルで FRP をガイドにして掘る位置を決める。その後に 1.5mm にドリルのサイズを落として穴を開ける。やってみた感触として 2mm ドリルだとガリガリ FRP が削れすぎる。だから位置を決めたら 1.5mm にドリルのサイズを落とす。それで掘っていく。この時にドリルが垂直からずれるとガリガリって手応えがあるから、この手応えを頼りにして垂直の穴を開けていったって感じかな。それで FRP をシャーシからもぐ。これが 3S の瞬間接着剤の最大の利点。接着剤なのに接着力が弱いのが特徴。また間違えて 3G って書いてあるのを使ってるけど勘弁してくれな。相変わらずボンミスの多いことで、これが仮止めに超便利なのよな。それで 2mm のドリルで最終的なサイズにする。デザインナイフでバリとかプラカスを丁寧に除去。この粉々がギアとかに入ってあると思うとゾッとするね。同じやり方で逆側もやっていこう。貼る、掘る、もぐ、整える。で綺麗にしたらいよいよリュータビットを使ってシャーシの内側をサラビス加工していく。リュータビットの頭をちょんちょんと水に浸してシャーシに押し当てて電源オン。はい終わり。デザインナイフでゴミ取り。水を用意したのはシャーシを構成している ABS 樹脂が溶け出してリュータビットをダメにしないため。我ながら気にしすぎだと思うけど樹脂が溶ける熱を簡単にリューターは出すからね。これを4箇所分繰り返す。削りすぎたら一発アウト。真似する人がいるならば丁寧にやってほしいところ。まあ真似する人はいないんじゃないですかね。リューターでのサラビス加工が終わったらヤスリがけ。瞬間接着剤がシャーシと FRP に残っているからそれを削り落とす。削りカスは丁寧に掃除。シャーシに FRP を固定する。フロントタイヤ側のビスは 6mm。 シャーシの内側から通して FRP を挟んでロックナットで留める。リアタイヤ側のビスは 10mm。 シャーシの内側から通して 3mm のスペーサーバネザガネをつけて FRP を挟んでロックナットで留める。よし、いい感じ。反対側もやっていく。よし、これで最難関のシャーシへの穴開けが終わり。マスダンがスライドする穴を開けていこう。一回 FRP をシャーシから取り外してこの4つの穴を拡張して1つにつなげる。デザインナイフとマスキングテープで当たりをつけておく。いつもの自作切削ブース。ヤスリがけするから最低限切れてれば OK。 削りすぎるとアウトだしね。でもってヤスリで整える。整えたらアジャストマスアンパーを持ってきて装着。よし、いい穴が開いたね。いい感じだ。これを写真に取り付けて、はい、ブレード型マスアンパーの完成だ。ほれできた。チェックしてみよう。スイッチオン。音は良さそうですね。異常があれば異音がするしね。お、タイヤにも当たってませんね。フロントタイヤに干渉しないように昭和車をドライブシャフトに挟んである。何か作成上で気をつけるところはありますか？ああ、あるある。気をつけるところはもろここだね。これ1台目なんだけどさ、浅い位置に穴を開けるとやばいんだよ。ほら、シャーシが白色化しちゃってるでしょ。あ、ここからもげそう。な、ここは失敗だったよ。なんていうか、とても地味ですね。もう少し面白く失敗できませんか？そりゃ無茶が過ぎるよ。あとはギア付近でプラスチックを削るから削り破片とか削りカスがギアに付着しないようにすることかな。綺麗に作業しろってことですね。よし、じゃあ落下テストやってみるか。今回はボディと電池はなしでいってみよう。まずはマスダンの動き方をチェックって感じですね。そういうこと。実運用に即した落下テストは別企画でやるとして、今回はギミックの作動を見てみようよ。物は言いようだな。そう言うなって。まずはブレードだけの落下テスト。これが基準ですね。今回はモーメントを意識して水平に落ちた時と少し傾いた時の状況を撮影してみたよ。結構てかやっぱり色々違って見えますね。
落下の姿勢も大事そうですね。そうな、落下の衝撃でシャーシが歪んでたりするもんな。次はアジャストマスターをつけたら落下テスト。時間軸を調整して比較してみよおお、なるほど。渋いな。なんかこうバイーンって動いてほしかったけど地味だな。仕方ないかな。うまく着地できなかった例も見てみよふむふむ。う。作動はしてるけどやっぱり地味だな。でもってスリムマッサンをダブルにした配置。なるほど、男性衝突をさらに男性衝突させるのか。水平傾けた時、で失敗っと。比較すると挙動がかなり違うんですね。とりあえず良さそうなスリムマッサンを採用しておこう。なしと比較する。どうなんだこれ。前のやつはバインってなってましたもんね。ああ、足汗で見るか。そうですね。走りを見ないと。だな。とりあえずこれにボディをつけてテスト走行に行こう。おお、割と凝ったディテールアップがされてますね。クロススピアもやっと塗装ができたよ。相変わらず塗装のクオリティが微妙。皆まで言うな。それでも気に入ったのができたんだよ。なら、良いんじゃないですか。まあ3週間ほど余計にかかったけど。全言撤回。月1本の動画アップは夢のまた夢である。ってことでやってきました、いつもの小島コースお世話になっています。大きいコース嬉しいです。で、マシン初見はこれ。いつものバンキュッシュとクロススピア。やっぱりオリジナルボディはワクワクさが違うよね。はいはい、行きますよ。なあ、ちゃんと聞いてくれよ。うわ3秒持たなかったか。あ、これ。トサカがもげてる。3週間の浪費が一瞬でもう帰ろう。早い早い。ちょっと調整しましたから行きますよ。走ってる。精神性の交差判定は難しいですね。あ、引っかかった？バンキュッシュは下りが苦手なのかな。良さそうに見えるけんだもんな。改良の余地はありますね。それもそうか。よしよし、データも一緒にいろいろ取っておこうか。よ。今回のマッサンでいろいろ課題が増えたけど、やればやるほど面白いね、ミニ四駆は。確かに、姿勢制御とか走行時の安定性も考えていきたいですね。そうするとあれか、買うか、コースセクション。お、ついにチャンネル登録者も3000人超えましたしね。そうな、それのお祝いも含めて新しいことでも始めてみよあ、それなら。お、なんかあんの？あ、今のところまだ内緒にしときます。そうか、オッケーオッケー、楽しみにしとくよ。ってことで、今回はここまで。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしてますよ。それじゃあまた次回。ミニ四駆作って走らせようぜ、超図解 VZ。 今回のおまけコーナー、始まるよー。ってことで、今回のおまけコーナーは、本編で作成したブレード型マスダンの設計図です。いつものように概要欄のリンクから PDF がダウンロードできますので、興味がある方はダウンロードしてご使用ください。ところで新企画進んでますか？実はあんまり進捗状況良くないんだ。でしょうね。それと主任さんが、バンクセクションかスロープセクションを買うっていうから、チャンネル登録者が予想以上に増加してるみたいですね。そうそう、ありがたいことだよね。だから企画の予定をだいぶ前倒しにして、修正するんだって。なるほど、あっちはあっちで大変なのか。ってことで、新企画はコツコツとやってるところ。まあ、動画の量産化のめどはまだ先になりそうですね。急ぐものでもないし大丈夫じゃない？それは進捗状況を守ってる人が言うセリフでは？
頑張ります。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次回。